ORX005 ギャプラン TR5 フライルー。ギャプラン TR5 フライルーは TR シリーズの5番目の機体。 ORX005 ギャプラン TR5 ファイバーのコアとなる可変モビルアーマーの呼称である。ベース機となった高高度迎撃も可能な可変モビルアーマー ORX005 ギャプランを改良したカスタム機であり、通常のモビルスーツやモビルアーマーのような戦闘級の機動兵器ではなく、戦術級の戦闘力を持った機動兵器であった。宇宙世紀 WO87、 3月にティターンズと反地球連邦組織エウーゴの間に紛争が勃発。フライルーは元 T3 部隊のマーフィー小隊へと配備され、WO8711 月のコンペイトー防衛戦などに参戦し、ティターンズ側の戦力の要として大いに活躍した。というわけで皆さんどうもお疲れ様です。プラシキです。本日はアドバンスオブゼータティターンズの旗の下に登場するギャプラン TL5 フライルーを作っていきたいと思います。発売日は2006年12月、販売価格は2640円となっています。当チャンネルではギャプランを作るのは3体目となりますね。最初がギャプラン TR5 のフライルールのティターンズ仕様で、その後がゼータガンダムに登場するギャプランを作り、今回が3体目となりますが、こちらちょっとしばらく積んでいたものを開封してみました。結構ギャプランの中でもちょっとごつい感じがしてかっこいいカラーリングをしてますよね。それでは早速内容物をチェックしていきたいと思います。まず内袋が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。そしてランナーはこのような感じのランナー数となっています。ギャプランまずまずのランナー数となっていますね。カラーリングなんかは全然違うような感じとなっているようです。それではランナーチェックを行っていきたいと思います。まずほとんどギャプランのランナーが使われていました。こちらもギャプラン。そしてこちらもギャプランのランナーとなっていますね。カラーリングが違うといった感じになっています。こちらもギャプランのランナーとなっています。そしてこの辺りもそうですね。ギャプランと全く同じランナーが使用をされているような感じになっていました。そしてこちらが TR5 のフライルーですねのランナーとなっています。こちらの方は新規造形でしょうか。このランナーが含まれていました。そしてこちらの関節関係などのパーツ、アーマーパーツなどもこれが全て ABS 素材となっていますね。そしてこのようにスタンドも付属しています。そしてマーキングシール、そしてホイールシール、そしてポリキャップ、そして説明書はカラーと白黒の見開きタイプの説明書となっていました。工程数自体はそこまで多くないですかね。37工程ほどでしょうか。まあ今の感じだとこのキットプレ版で発売されてもおかしくないようなキットですよね。さあ実際どのような感じになっているか作っていってみましょう。それではまず胴体パーツから見ていきたいと思います。基本的にはギャプランの仕様となっているので、ギャプランの際と全く変わらないような感じですね。合わせ目はこの位置に出てくるものも変わらないですね。ギャプランと全く同じです。そしてこの位置はスライド、この位置もスライドしますね。そしてこの胸アーマーの部分、胸部アーマーの部分もスライドして動くようなギミックが搭載されている部分もギャプランと一緒ですね。この先端はシールで補うような形となっています。続いて頭部パーツ見ていきたいと思います。頭部パーツが少し変わっていますね。作りは一緒ではあるんですが、少し内部なんかのパーツが変わっています。合わせ目は両面ではめ合わせのため頭部頭頂部に合わせ目が出てしまいます。そして物合いがこれパッケージと違ってあんまり見えないんですよね。開けてみるとこのような感じになっているので、この上のストッパーみたいなところを加工したら物合い見えるようになるんじゃないでしょうか。そしてアンテナはこのようにモビルアーマー形態用のアンテナも付属をしていました。さあ続いて腕部パーツ見ていきたいと思います。この辺りもギャプランと同じですね。ポリキャップでの各部ジョイントとなっています。このような感じでマニピュレーターもついてますね。マニピュレーターは銃握り手が両手、そして握り手が両手についている2種類となっていました。そしてこのキットで特徴的なのがこのショルダーユニットですかね。こちらの方が通常のギャプランについてないんですが、こちらには付属をしているといった形になっていました。このサイドの穴はサイコガンダムの腕をつけられるようですね。
そしてこちらがシールドバインダーとなっています。この辺りも作りは全く同じ作りとなっていました。スライドのギミックが搭載をされていますね。そしてこのような感じで先端部分に握り手が収納されているという感じになっています。そしてシールドバインダーのジョイントもポリキャップで、この辺りも同じ作りとなっていますね。ポリキャップでの接続となっていました。そして合わせ目ですが、このようにはめ合わせ構造のため、肩部分のアーマー、そして上腕部と合わせ目が出るような感じとなっていました。そしてショルダーユニットですが、右肩と左肩でショルダークローユニットとショルダースラスターユニットと違うみたいですね。この右肩は展開するようになっていました。こんな感じの両肩、かっこいいですね。このパーツが結構やっぱ特徴的でいい感じに仕上がってるんじゃないかなっていう印象を受けましたね。さあ続いて脚部パーツ、こちら足部分はボールジョイントで接続、そしてこの膝部分はポリキャップでの接続となっていました。このような感じの脚部となっています。そしてこの内部のスラスターなんか色分けされていますね。足裏肉抜きはありません。合わせ目はこの後ろのふくらはぎ部分とももの部分にがっつりと出てしまうような感じとなっています。基本的なベースの作りはこちらもギャプランと全く同じ作りとなっていましたね。色違いといった感じでしょうか。結構太ましい脚部ですね。さあ、腰部パーツ見ていきたいと思います。この腰部パーツがスカート部分が結構ごつくなっていますね。基本的な作りは同じにはなってはいるんですが、このような感じで底面にはスタンド用のジョイント、そして裏打ちなんかも入っていますね。このフロントの部分は同じなんですが、スカート位置が変わりますね。合わせ目なんかも少し出るようにはなっています。この部分にも合わせ目がありという感じでしょうか。そしてこちらがリアスカート部分の構成となっていますね。この辺りも結構ごつくなってますよね。内部は少し色分けされています。こんな感じでパーツちょっと細かく分割されていますよね。そして裏打ちはこちらにもありといった感じになっていました。そしてこのマルチアームユニット、後で気づくんですが取り付ける位置が少し逆になってますね。根元の部分が逆になっています。後で変更をかけておきます。腰部パーツはこのように2パーツに分かれている部分もギャプランと同じような作りとなっていますね。それでは他パーツ、部ソル見ていきたいと思います。ビームサーベルはこのようにエフェクトのない通常の1枚ものとなっています。そしてロングブレードライフル、こちらが結構特徴的な武器となっていますね。合わせ目目立たないようにはなってるんですが、少しこの部分に合わせ目が出てしまうようになっていました。このように先端取り外しすることが可能となっています。そしてこの部分は取り外しができないようになっていました。結構特徴的な武器になっていますよね。そしてこのロングブレードライフルですが、このように別のパーツが付属をしているので、こちらを取り付ければこのような感じでスライドするんですが、この位置にヘイズル、カイなどのシールドブースターを付けられるようになっています。このような感じでスライドして付けられますね。現時点で1個しかなかったんであれなんですが、2個あればダブルシールド状態を再現できるようです。そして余剰パーツ、こんな感じ。頭部パーツを使えば通常のギャプランを組むこともできるようになっていました。そして余剰パーツを使ったギャプランがこちら。またこのカラーリングのギャプランもいいですよね。このような感じの余剰パーツの使い道もありました。さあ、それではパーツすべて揃ったので取り付け可動域見ていきたいと思います。まず腰部を胴体部分に取り付け、ポリキャップでの接続となっています。こんな感じ。この辺りもギャプランと同じような感じになってますね。そしてフロント部分を胸部アーマー下の部分にまたポリキャップでの接続。そして前後を合わせれば腰部パーツと胴体のドッキング完成といった感じになっています。やはりこの腰部周りがかなりごついですね。この辺りがかっこいい感じになってるんじゃないでしょうか。そして脚部はボールジョイントでポリキャップ接続、どちらとも同じ接続となっています。こんな感じでやはりスタイルいいですね。ギャプランこの辺り足が結構長いというか、そして両サイドはこの位置まで、前後へはこの位置まで足を広げることができます。そして膝に関してはこの位置まで曲げることができるようになっていました。そして足首ですが、このように左右に少し可動域が設けられています。
前後へはこの位置ぐらいまで可動域がありました。このような感じ。そしてつま先はこのように曲げることができますね。そして胴体部分と腕部の接続は軸でのポリキャップジョイント。この辺りもジョイント方法は同じとなっています。そしてこのショルダーユニットがあるため、少し可動域は通常のギャプランよりも狭くなっているイメージでした。このショルダーユニットが結構干渉するので、あまり大きく動くという感じではないですね。そしてこの腕部とのジョイント部分が少し緩いので、結構外れそうになっちゃうっていうイメージでした。前の部分に関してはこの位置まで可動域が設けられているような感じとなっていました。そしてこちら腕部可動域なんですが、上腕部このように曲がりますね。360度回転します。そして肘に関してはこの位置までしか曲げることができないようになっていました。そしてこのシールドバインダーはこのように可動域結構広めに取られていますね。このような感じの腕部の可動域となっています。この辺りも可動域に関してはギャプランと同じような感じの可動域となっていますね。そして頭部ですが、軸でポリキャップでのジョイントとなっていました。この頭部の可動域ですが、左右は少し触れるかなという感じですね。こんな感じの可動域。そして前後へ関してはほぼ動かないといった感じの可動域となっていました。全体的にはこういう感じの出来となっていますね。胴体は全く動かないようになっていました。さあ、ギャプラン TR5 フライル完成しました。今回のフライル気になったのが、この腕部が少し重たいのもあって、結構保持力が弱いなという印象でした。そしてこのスタンドのジョイント部分の接合部も少し保持力弱かったですね。そしてこちらマルチアームユニット、向きをしっかりと通常通りに戻した分ですね。このような感じとなっています。そしてこちら両肩のショルダーユニットの方に取り付け可能となっています。このような感じですね。そしてこのロングブレードライフルをサイドからこうスライドさせれば、このように保持することが可能となっていました。そしてモビルアーマー形態の変形を見ていきたいと思います。まずこのように両腕を取り外します。このような感じ。そしてマルチアームユニットをこのように起こします。そして腰部を胴体部分のパーツから取り、少しこうずらすというか、はめ合わせを外します。このような感じですね。そしたら両側とも動くようになるので、このように前後へ展開をすれば、モビルアーマー形態のこのような状態に変形することができます。結構これ保持力しっかりとガチッとはまるような感じになってました。そしてこのショルダーユニットを取り外し、このシールドバインダーの向きを逆にします。そしてこのシールドバインダーを展開させます。このような感じですね。そしてこの腕部のパーツは取り外します。そしてつま先をこのように伸ばします。両側とも伸ばします。そしてこのマルチアームユニットを下部へこう押し込んでいくような、スライドさせていくような感じ。そしてこのショルダーユニットの方なんですが、このようにはめ込む位置を変更しますね。このようにはめ込む位置を変更できました。そして腕部パーツを軸でのジョイント、両側とも同じようにジョイントします。するとこのような感じになりますね。この時点でもう完成みたいなもんなんですが、この腰部の下の部分にジョイントパーツを取り付けて、この位置にロングブレードライフルを差し込むような形となります。結構カチッとはまるような感じになりますね。このような感じで保持するような形となっています。そしてマルチアームユニットの先端をスライドではめ込めば、ロングブレードライフルがしっかり固定をされるような感じですね。このような感じで下部に取り付けが可能となりました。結構モビルアーマー形態、特徴のある感じになりましたね。このような感じでよく考えられてるなという印象を受けましたが、あとは肩のショルダーユニットですね。そちらの方を取り付けしなければいけません。この位置に取り付けます。結構これがっちりはまるんですけど、取り付け少し大変でした。こんな感じの取り付け位置となりました。これでギャプラン TR5 フライルーのモビルアーマー形態の完成となります。このように後ろから見た感じのこのスラスターの数の多さ、いいですね。かっ飛びそうなこの雰囲気。全体的にモビルアーマー形態がごついですね。ショルダーユニットなんかもあるので。これで完成です。
そしてこの下部の部分にアタッチメントを取り付ければ、スタンドにこのように固定して取り付けて飾ることも可能となっていました。モビルアーマー形態、個人的にはかなり好きですね、色合いも。ギャブラン TR5 フライル完成しました。素組みでこのような感じの見た目となっています。色分けは結構シンプルで、そしてシックな感じの色合いとなっていますね。細かいところ行くと結構色分けは必要になるのかなという部分もいくつかありました。このような感じで結構腰回りがごついのでマッシブな感じ、そして肩のショルダーアーマーもいい感じの味を出したギャプランとなっています。それでは少しポージング見ていきたいと思いますが、あまり可動域がっつり動くわけではないのでポージングそこまでできなかったんですよね。このようにビームサーベル持たせることも可能となっています。そしてこのロングブレードライフルですが、ショルダーユニットにこのように取り付けることも可能となっています。そしてマルチアームユニットをショルダーユニットに取り付けた状態がこのような感じとなっています。かなり迫力のある武器となっているんじゃないでしょうか。そして通常版のギャプランとの比較なんですが、やはり腰回りのパーツとショルダーユニットがある分、やはりごつく見えますよね。このような感じの違いとなっています。そしてモビルアーマー形態、ロングブレードライフルが結構いい感じの味を出していますね。このショルダーユニットがモビルアーマー形態につくことでごつさが出ていますよね。下部から見た感じはこのような感じとなっています。そして背面から見た、後ろから見た感じはこのような感じのスラスターがたくさんついてかっ飛びそうな感じ、いいですね。さあギャプラン TR5 フライル素組み状態見ていただきましたが、どのような印象を皆さんは持たれたでしょうか。それではエンディングいきたいと思います。今回 HGUC144 分の1ギャプラン TR5 フライルを素組みした感想ですが、モビルアーマー形態への変形もでき、腰回りや肩部分など全体的にボリュームのあるキットになっていました。作りに関しては昔のキットのため ABS も使われていますし、各関節の保持力が弱い部分もあり、可動域もそこまではありません。ただマッシブな感じのスタイルも良く、カラーリングが個人的にはかなり好みなキットになっていました。そして余剰パーツを使えば通常のギャプランも組めますし、キットの各箇所へアドバンスオブゼータらしくジョイント穴などもついていて、他のキットとの組み合わせも楽しめるプレイバリューの高いキットになっているんではないでしょうか。マスターグレードで新発売されないかなと密かに思っています。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。